おはようございます、よしこさん。おはようございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はちょっとえこの間も言ったんですけど、バウンダリーを引く。バウンダリー、これ境界線、日本語にすると境界線ってことですよね。これ、そうです。うん、これは日本でもよく言う言葉なんですか？あんまり聞かないかもしれないですね。あ、やっぱり。みんどなやってる人もいますけど、うん、まあ、うん、上限リミットとかね、うん、って、うん。そんなにポピュラーじゃないかもしれない。あ、そうなんだ。実際に、言葉はね。あ、うん。でもそのやってる人もいるかもしれないけどっていう、その内容っていうのはうん、どういうこと？まあ、分かりやすいのだと、うん。家族のお世話があるとかね、うんうなんかん。早く短時間で帰りますとか、それに伴って仕事量が、もう少ないですとか、あとは夜10時以降はメール返信しませんっていう明確にしてる人もいますし、そういう形で、コロナの自宅勤務 OK もあって、うん。それはなんとなくは行われてますね、個人レベルではね。うんうん。そうか、それはやっぱりアメリカと一緒だなって今、話を聞いてて思いましたね。アメリカも、企業によって、あるいは業界によって、その差はかなりあると思うんですけど、例えば、マーケ絡みの、エうん、ージェンシーみたいなところは、クライアントありきなんだけども、でも割とこう緩やかな部分もあって、その週末は絶対メールなしとうん、か、それからと、かなり上のレベルの、パートナーレベルの人たちでも、特うん、に女性はうん、週4日うん、で、時間ももうちょっと午後ある時間になると子供を迎えに行くからって言って、あうん、の、そこでもうなし。でも、うん、もちろんその後、夜うん、子供が寝て後にキャッチアッうん。プっていうのはしてますけどね。日本の働く人に向けてですよねっていう文脈において、で、うん。そのバウンダリーの引き方っていうか、引く上での、うあの、ーん。いくつかポイントをちょっとね、共有しようかなっていう日ですよね。ぜひ、まだまだこの間ね、そのリンクルインで私がちょっとコメントして、そのやっぱりノーと言えるようになるようなバウンダリーを引いた方がいいんじゃないんですかって言ったら、うん、ビシッて返信が来て、うん、日本じゃノーなんか言えませんよとかっていうのが来て、いや、そうかなと思っうん、たのね。うん、でもその辺も含めて、ちょっとよしそうです。こさん、のポイントをぜひお願いします。ぜひぜひ。まずね、言いづらいっていうのはありますよ。はっきり言って。あります。そのリンクトインのコメントにあったように。うん、うん、で、やっぱりお互いに企業と、うん、社員、うん、お互いにそこはなんていうの、共同して働くっていうものだと思いますから、ね、犠牲になうん、る必要はないっていう、うそのん。ベースの部分ですね、社員として。だから自分自身が満たされて働いて、初めていい、結果が出ますという考え方をぜひね、持っていただいて、言っていいんだっていうことですよね、実際はね。言っちゃ言っていけない。いいんだ。そう、言っていいの。言っていいんだけど、その言い方や、あの、どういうふうに言うかとかね、そこがちょっとポインああ。トかなと思うんですよね。うじん。ゃあ、例えば、そう、何かこう来た時に、あ、ちょっとそれはって、ちょっとできない、自分がもう子供の面倒を見なきゃいけなかったりとか、あるいはそのどうしても、そのうん。週末仕事するちょっと環境がないと。うん。そういった時はやっぱり、ちょっと言ってもいいんで言ってすよね。いいと思います。言うっていいとんうん。思います。できないとね。そうそう、そのリクエストのタイミングに合わせてはできないっていうかね、それはそういう、ああ、うんうん。そうそう、子供のことや、なんか、いろいろあるわけですから。うん。でもそれできないっていきなり言うと相手びっくりしちゃうから、やっぱここはちょっと事前にね、上司も入れて、
関連のある人たちには、きちっとそういう状況であるってことをね、お伝えしてもらうお伝えしておく、事前にっうん、ていうのは、うん。これは上司と一緒にやった方がいいなと思いますね。あ、自分でもう勝手に、私はもう例えば子供のお迎えがあるから4うん、時半になったら帰りますって自分だけで思ってうん。るんじゃないってことですよね。そうそう、そういうもう、制度的にできない方の場合は、うん、そこは上司も入ってもらって、バウンダリーというかね、制限を伝えてあげるっていうことですよね。うん、で、それでも以上、言ってくる方が、よく知らなかったとかね、なんとなく聞いてたけど、ちょっとこっちも急いでたからとか、そういうケースだったらね、うん、すぐに急にね、仕事を振られても、今日はすいません、私4時までなんで、できないんですけど、明日朝一番に取り組むので、それでもよろしいですかねみたいな、大丈夫間に合いますかとか、そういう、スタイルで返してあげるのは一番いいですよね。なので、まずはうん、いいうん、ですって言っていいと、ただ言い方を気をつけましょう。そして周りの助けも得た上でっていううん。ところですよね。要するに話し合いをして、ある程度の歩み寄りみたいな妥協うん。点がどこかっていうことを前もって決めておくってことですかね。そうですね。そうです。うん。で、それはある程度公にした方がいいっていうことですよ。公っていうのは、うん。そうそう、関連のある方にはね。どういうふうに言ったらいいんですかね？いや、私の経験だと、うん、大抵はそこの上司の方が、うん。例えば、皆さんにお知らせです。うちのチームの何々さんは、あの、ご家庭の事情で時短勤務になりましたので、通常の勤務時間は何時から何時ですみたいな。もし、なんかわかんない、カバーできないところは私の方に言っていただければ、緊急案件等も引き続き対応しますね、例えばだけど。あ、うんうん。そういうふうに言っても、その内容も含めて、きちっと上司とこういう内容で上司から言ってもらうとか、あの、なんていうの、打ち合わせした上で、言ってもらうっていう、そういう感じうんですかね。うん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 。それすごい大事ですよね。やっぱり上司のサポートをうん、得て、バウンそダリーをう、うん、引いて、で、なおかつ、そう、うん、それをみんなに理解してもらう。うん、そうですね。で、こうん。ういうのはいわゆる、なんかいう時短勤務とか言うんですけどね、日はい本ではいはい。時短とか介護時短とか。そのうん。制度を使ってる方はね、分かりやすいですよね。周りに言えるし、言えるやついね。うん。多分今日の一番本当の聞きたいのはそういう人たちじゃなくって、普通にフルタイムでそう。働いてる人たちの話ですよね。で、ここは、どういう例があるのかな。例えば、そうですね。私も、土日は絶対メール返信しないとか、例えばですよ。でしたらもうしないってことですね。しちゃダメです。しない、しない、しないし、しない。しない。どんな緊急でもしない。緊急ってどなたかが例えばお亡くなりになったとか、そういう社内メール来るときあると思うんです。それはちょっと別だけど、基本うん。はしない。しちゃっうん。たらバウンダリを自分で超えてるってなっちゃうから、そうですもうしよね。そう。うん。で、そうすると、もうこの人は反応しないんだなって夜10時以降だったしと言って、クワイエートに相手を傷つけることなく、自分の立ち位置も守りながら、静かにバウンダリーを守れる。その静かにっていうのが、ちょっとキーワードのようですね。クワイエットに。10うん。時は普通、一般的に考えても10時に反応しなかったとしても、みんな言わないじゃないですか。特にね、文句言わないと思うんですよね。なので、そういうとこはだんだんそういうのを増やしていったらいいと思うんですね。うーん。で、それ10時を今度9時にするとか、8時にするとか、とか、まあ、就業時刻も一般的には6時までっていうところであれば、だんだんそれで6時に近づけていったらいいですよね。いいですよね。例えば。うん。
こないだ、今日かな、ニューヨークタイムズの記事の中に、打ち合わせがすごく多いじゃないですか、ミーティングが。うん。それを減らそうとする動きがすごく多くなってて、で、私のコーチングのクライアントなんかもそうなんですけど、うん。その水曜日のこの時間帯と金曜日のこの時間帯は絶対ミーティングを入れないっていう風に個人で決めてる人もいるらしいの。ところが、はい。そういう風に言ってるのにもかかわらず、で、ミーティングので、そこにそういう風に書いてるのに、踏み込んはい、でくる人がいるんですよ。踏み込んでくる人がいて。なるほど。そういそれは、うのうん。そういうのはどう反応したらいいんですかね？え、なんでノーそれはノーって言っていいケースですよね、でも。だってうん、しないって言ってんだから。そう。だだからしけど、ないですって、それがノねー。うん。それがね、守るってことに関して、なんていうの、ためらいがあるのかなって思いましたね。うん、ね、でもそうん、の、入ってきちゃうのはノーって言わないからでしょ。うん。うん。だからノーって言っていいんですよ。だってしかも言ってあんだもん、事前に。やらだからないって。ミーティングインビテーションをディクラインするだけですよね。うん。声高に言ってないですもんね。私、参加しませんとか言って言ってない。ディクラインして、ディクラインっ As you ていうか、ディクライン。ミーティングルームで、そこもうブロックしちゃって、ミーティングが入らないようにするってこともありますよね。あ、そうそう、それでも入れてくる人いるじゃないですか。それでも入れてくるらしいですよ。そう。ディクラインして、うん。そう、あの、コメント書く。As you know って、なんていうの、なんていうの、I don't accept any meeting request on Tuesday う and ん、Wednesday みたいな。えっと、Please reschedule on Thursday みたいな。ああ、うん。やっぱりそこは守る。そうそうそうじゃないとずっと言ってきますから。うん、うん。で、厳しいなって、私もちょっと経験があるんですけど、上司がそういうバウンダリーを無視する上司、時々いませんか？いますよ。いますって、まあ、時々います。いますよね。はい。それそれに対応するってどうあ、したらいいんでしょうか？うん、言っていいと思います。ああ、そう、うん。まあ、いきなりはダメですよ。いき私受けられませんじゃなくて、やっぱちゃんと話してくださいね。うん、それで、もうカレンダーにね、ご覧になれるように、ここはもう回っております。もしあれでしたら、この時間帯はできますっていう風にね、自分のできる中で言ってあげる。うん。そうですよね。そうじゃないと自分の時間が全くなくなりますもんね。そう、そうなんですよ。それはだって上司もやってんだから、自分に対して。そうです。なかなか守る、要するにバウンダリーは作ったはいいものの、うん。それを守るってことの方が大変そうですね。ねえ。うーん。うだからん。なんか自分のマインドですよね。うん、ああ、そうなんか、ね。そうそう、断ったら自分の評価に差し支えがあるんじゃないかとかさ、周りのチーム意識崩すんじゃないか、チームワークうん、に影響あるんじゃないかとかうん。あるんですけど、あの、でも、ノーなんだから、ノーってそれっ言ってて、ます。それは、そこの企業風土っていうんですか、カルチャーにもうん。深く関わるところがありますよね。そういうことを、尊重してくれるうん。企業の風土があるかどうか。うん。そうですね。まあ、最悪のケースはもうやめるっていう風なまあ、あと思いますけど、そういろいろね、事前にそうやってやっても、全然どしどし入ってくるとか、まあ、もちろん残ってもいいのですが、まあ、いろいろやった結果として辞めるっていうのはあれですよね。もうん、う周りにも話した、人事と相談した、自分もちゃんとオルタネイティブ、代替うん。出した、それでもどしどし自分のバウンダリー入ってくるっていう風になっちゃったら、ご自分の健康の方が大事ですね。そうなんですよね。私も一人クライアント、この人、まあ、アメリカの弁護士なんですけど、ちょっと家庭の事情でどうしてもオフィスに行くことができないっていうんで、なんとかうん、家から仕事できるようにしないかとか、この時うん、間からこの時間はなんとか家にいたいとかってやったんですけどね、上司がね、全部却下。うん。
で、もうすごいストレスになっちゃって、結局辞めたい、辞めるうん、っていうことにうん、話がいったんですけど、でもそれは、もしかしたらもう自分でいろいろこう見てた時に、うん、自分の健康、家族の健康を守ることができないような働く環境になってしまっているっていうことに気がついて、そのバウンダリーを全く無視されて、リスペクトされてないな、尊重されてないなっていううん、のはやっぱり価値観の違いが大きすぎるっていうことなんだと思うんですよね。そのうん、この風土とね、自分のうん、価値と。はい。なんか全然犠牲者っぽくね、ならなくていいですもんね、そういうね。そうなんですよ。その犠牲なんて被害者意識。被害者ビクティムマインドね。そう、被害者意識って、その怒りとか、うん、憤慨してるとか、すごいネうん、ガティブな感情がこう渦巻く。うん。あ、健康上も良くない。うそれ周りん。に伝わるしね、結局。で、結局、そのあなたの名声、いろんな評判に跳ね返るんですよね、そういうのって。そうう、本当ん、にそう。だから自分では何でも仕事を引き受けて良かれと思うんだけど、でも結局そこには限界ってものがありますからね。そうなんですよ。うん。結局ノーって言った方がいいんですよ、だから。ノーノーの、と言えるよ。ノー、そう、言った方がいい。いいですよね。もううん、も最ちろん、終的には、そうそう、い話し合っやた結果としてね、そういう風にするんだったら、もうそれで行くー、うっていうん。のは一番いい。だから今日のよしこさんのそのいろんなこう観点からお話を伺ってると、なんといっても話し合うってこととコミュニケーションってこと、うん、うん、それから自分で決めたそのバウンダリーを自分でまず尊重して、相手にうん、も尊重してもらう。うん。そういうところが非常に重要なポイントですね。そう。まあでも皆さんできるんじゃない？できるんじゃないといういいんです。よしこさん。今日はこれであ、おしまいにしましょう。で、また来週またよろしくお願いします。そう。じゃあ、また、また。はい。